皆さんこんにちは。北海道情報大学メディアデザイン専攻4年の福田健人と申します。私はこのような文字やイラストなどに動きが加わったモーショングラフィックスという映像を作っています。この映像は私が今まで作ってきた映像を一つにまとめたものです。今日は私が大学入学後どのように映像を作ってきたのかをお話ししたいと思っています。私は幼い頃からものを作るのが好きでした。高校3年生の進路を決めるときに担任の先生が北海道情報大学のパンフレットを僕のところへ持ってきてくれて、情報大学のメディアデザイン専攻というところでデザインを学べると知りました。私は絵が下手でデザインなんてもちろんやったことなかったんですが、もしかしたら私にもかっこいいデザインを作ることができるかもしれない、そんな希望を持ってここ北海道情報大学に入学しました。しかし入学してすぐにデザインの難しさを痛感します。これは私が大学1年生の頃に作ったイタリアンレストランのショップカードを作るという課題だったんですが、見ての通り思っていたようなかっこいいデザインを作ることができませんでした。そして周りには私より上手なデザインを作れる人がたくさんいました。私のデザインに対するモチベーションはどんどん下がり、大学1年生の終わり頃にはもうデザインを諦めていました。大学2年生になり、たまたまネットサーフィンをしていた時にニコニコ動画で見た初音ミクの映像に私は心を奪われました。とてもかっこいいですよね。この音と完全に同期した映像の気持ちよさやこのデザインに私は惹かれました。それから映像制作に興味を持ち、独学で始めてみようと思いました。それが2012年の6月1日のことです。私はその日の夜に早速自宅で映像を作りました。その時の映像がこちらです。当時は CG のスキルが全くなかったので、家にあったカメラを使ってこの映像を作りました。私はどんどん映像制作に夢中になりました。大学2年生の頃に受講していたプロジェクトトライアルという講義で、私はファープという男性用化粧品会社を企画しました。その時に作った映像がこちらです。目覚めろ男たち、色づくワークス。そう、男は変われる。自分の髪質に合わせて選べる4つのタイプ。ファープ新登場。この時はもうとにかく映像を作るのが楽しくて、朝から晩まで常に映像のことを考えて作っているような生活でした。ただスキルが全然なかったので、自分の作りたいようなかっこいい映像が作れず、常にモヤモヤしていました。大学3年生になり、私は
何か結果を出したいと強く思うようになりました。自信が欲しかったんです。そして私はギャッツビーの CM を作るというコンテストを見つけ、この映像を応募しました。この映像は結局ダメで入賞できませんでした。当時の私はかなり自信があったので、入賞できなかった時にとても落ち込みました。なぜこの映像は入賞できなかったんでしょうか。この映像コンテストではアイディアや企画の斬新さや面白さを求めていたんですが、当時の私は CG の技術にばかり夢中になっていて、アイディアや企画のことは全く考えてませんでした。それがいけなかったんですね。そして私は気がつきました。技術ばかり勉強しててもダメなんだ。それからはもちろん技術も勉強するんですが、アイディアや企画のことをもっと考えるようになりました。それから少し経って大学3年生の終わり頃にツイッターである方からボーカロイドのミュージックビデオを作ってほしいと頼まれました。私は作った映像を YouTube に公開していたので、それをたまたま見て声をかけてくれたみたいです。こんなこともあるんですね。そして作ったのがキャラメルタルトという映像です。この映像を作ってニコニコ動画に投稿したところ、約5万回も見てもらうことができました。歌詞が若い子の恋愛をテーマにしたものだったので、最近の若い子はスマートフォンや SNS を使って恋愛しているんじゃないかと思い、このような映像を作りました。それが珍しかったみたいで、動画のコメントでも新しいとか面白いと言ってもらえたので、私はとっても嬉しかったです。この時に改めて感じたのが、技術力の高さではなくて、アイディアや企画の強さがあれば面白いと思ってもらえるので、このように映像を作っていこうと思いました。大学4年生になり、私はもう一人前になったつもりでした。しかし、ある日、同じゼミの女の子にこんなことを言われます。福田の作る映像ってかっこいいんだけど、なんかどっかで見たことがあるような感じだよね。私はこの一言に結構ぐさっときました。それまでは他の方が作った作品のかっこいいと思うところを真似したり、それに何か足したりして映像を作っていたんですが、それが自分の映像に現れていたんですね。この辺りから今までにないような新しい映像を作りたいと思うようになりました。そしてこんな映像を作ってみました。これは今年の北海道情報大学の CM コンテストに応募した映像です。QR コードを映像や CM に使っているものは今までになかったので、QR コードをデザインしてさらにアニメーションさせてみました。
またこんな映像も作りました。行けたらいいな東京シティ行けたらいいな行けたらいいな東京シティ行けたら行けたら行けたら 3DCG の技術で紙の質感に挑戦したこの映像は北海道映像コンテスト2014の学生部門で優秀賞をいただきました。ありがとうございます。ツイッターで知り合った方とこんな映像も作ってみました。お墓にプロジェクションマッピングしたんです。お墓に映像を投影するなんて、とても不謹慎ですよね。もちろん発泡スチロールで作った偽物です。このようにいろいろ試行錯誤して映像を作るんですが、なかなか自分のオリジナリティが出てきません。私は悩んだ結果、CG を使って映像を作ることが多かったので、他の表現手法も試してみよう、そう思いました。その時に試しに作ってみた手書きアニメーションがこちらです。どうでしょうか。私は少しですが手応えがありました。もしかしたら手書きのアニメーションを使って個性的な映像を作ることができるかもしれない。そう思い私は大学4年間の集大成となる卒業制作で手書きアニメーションを作ることに決め、現在制作中です。最後になりましたが、先ほど流れた TEDxHIU のオープニングムービーも私が作りました。私が映像制作に興味を持ったのは、たまたまニコニコ動画で見た初音ミクの映像でした。それからたくさん映像を作って、顔も知らないネット上のクリエイターとコラボレーションしたり、映像のコンテストで賞をいただいたり、来年の4月からは東京の映像制作会社で働けることにもなりました。インターネットにはまだまだいろいろな可能性があると思うので、私はこれからももっと勉強していきます。そしてインターネットにはたくさんのコンテンツがありますが、オリジナリティが大切だと思うので、自分のオリジナリティについても深く追求していきたいと考えています。これが私の考えです。ありがとうございました。